あれちょっと待てよ。これ屋根、長さ合ってないんですけどね。どうもです。今回の動画こちら、グレンマックスさんのナローハネ10、茶色ですね。こちらの方をちょっとね、組み立てをやっていこうかなと思います。台車の方には、加藤さんのこのお湯10人の台車 TR50、台車の方は TR50 ということなので、終電機構の備わっている加藤の台車を使います。これ一応塗装済みにはなってるんですけども、実はね、これ見てわかるのね、窓のこのサッシなんですよね。ちょうどこの部分、ここが成型色のままなんですよね。塗装済みというか、成型色で塗装、表現されているっていう形になるので、ここはちょっとね、塗装が必要になるんですよね。ということで、ガンダムマーカーのシルバーと、あと消しペンの方と、こちらを用意しました。まずちょっとね、先にもうここですよね。この窓下の部分、窓サッシ、こちらをちょっとね、もう手軽にちょっとガンダムマーカーの方で塗装していきましょう。ちょっと分かりにくいんですけども、まず窓サッシのところですよね。シルバーの方差し込んでいきました。なんでこのガイドに合わせてちょっと入れていきます。まずこれでに使うのはタミヤの通常のセメント白キャップ、このパーツがね、ちょうど中心に少しボツあるので、軽くピンバイスでこのガイドのところですよね。じゃあ今度これを、ここですね、今ちょっと穴開けたところへ、でこれはガイドこう合わせて回し込んでいって止めようかなと思います。よし、どうかな、これで止まってくれるかな。そして、床板の方をこれ室内と組み込んでいきたいので、それに合わせてまずね、穴開け作業をやっていきます。でこれももう目測で、この辺だろうっていうところに当たりつけていって、何箇所か穴を開けて、おっと。それで最後は穴と穴を削ってつないでいくっていう、そんな感じで床板に穴を開けていきます。ということでね、終電用の穴の方、でこれ穴開けた後でちょっと確認しないといけないのがこれですね。この終電がきちんと終電板がここに通るかどうか、こちらの方の確認が必要になります。でこれ見る感じだと問題なしですね。次はですね、ボディの方ちょっとやっていきましょう。ではランナーを切り離して、まずはバリの状況。車両に関しては本当に丁寧に、建物以上にちょっとシビアにやっていきたいですね。真ん中には出入り口のドアがあるために、こ
のプラ板を途中でカットして使うという形になります。そしてトイレの部分は両端ですね、こちら曇りガラスが入るので、下半分が曇りガラス、上側に透明っていう形になるので、それもちょっと、考慮に入れて4つ切り落としていきましょう。そしてガラスのパーツを下側に、下半分が曇りガラスとなるので、こう下半分に当てて流し込み、ようやくボディを組んでいく準備整いましたね。では、ロネの方につまみの位置が入ります。ちょっとだけこう通常のセメントを付着させて、つまみを合わせていきます。そしてこれが、乾燥してきちんとついてからもう一回合わせていくという形で組んでいきます。では、その間に待ってる間に床下のパーツですよね、こちらの方をちょっと取り付けていきたいと思います。これもそのまま接着剤を留めていくだけの作業なので、こちらの方は動画ちょっとカットします。床下の機器ですね、こちらの方取り付けの方終わりました。あと本当はこの一番端にこの J のパーツですね、先に取り付けてしまうと終電関係、銅箔だったりとかその辺の処理の時に多分ねまた外れてしまうので、これはちょっと後回しにします。銅板をここにこう当てていく感じですね。これを残り3箇所で全部で4箇所、台車からの終電ポイントになるような形で止めていきます。ではこちら作業続きやっていきます。通電関係ですね、こちらの方ちょっとね終電が終わりました。前後は導線で、通電を共有化できるようにこちらの方、用意したのと、あとウェイトがね多分この銅箔テープと触れてしまってショートするっていうリスクがあるので、ウェイトを置くところにこうプラ板をちょっとね1枚、重ねておいて、それで、ウェイトを置いても導電周り、銅箔とか誘導線ですね、こちらの方に触れないようにちょっとそこの加工の方をしました。これでウェイトがちょっと浮いた状態になるので、多分ショートすることはないでしょう。ボディの方ですね、こちらちょっとね仮止めしていたところがもうほぼほぼ固まったと思いますので、裏側から流し込みをやっていきます。こちらの方を、ここ屋根取り付けていくんですけども、この丸いベンチレーターがある方がこちら、普通車側、あれちょっと待てよ、これ屋根長さ合ってないんですけどね、これちょっと問題ありですよね。ちょっとねここ余剰のプラ板があるので、こういうのを当ててみて1ミリぐらい空いてるんですよね。これがぴったりはまるぐらいなので、ちょっとここ本当はパテ使うべきなんでしょうけど、プラ板をちょっと当てて、そ
それで隙間埋めやっていきましょう。ここ1ミリ強の隙間があったんですけども、プラバンをちょっと、カットして、隙間埋めですね。こんな感じで遠目に見ればそこまで、目立たないかなと思うので、これでいこうかなと思います。で、屋根ボディの方、接着の方終わりました。では次はこちらですね。ウェイトの方ももう固定が終わりましたので、通電の確認をちょっとやっていこうと思います。点灯すれば通電は OK なので、こんな感じですね。一応、つきますね。点灯はしますね。反対側の方はどうだろう。こちらでも大丈夫ですね。室内灯の方、LED の方準備できましたので、組み込みやっていこうと思います。で、LED 支えるところ、一応こんな感じで、ちょっとね、余剰ランナーを切り取って取り付けたりはしてみました。よし、なんとかなりました。さあ、これで、やっと室内灯の組み込みを終えて完成というところまでできました。マイナーな、ナローハネ10ですね。こちらの方、組み立ての方と、室内灯の組み込みまで終わりました。こんな感じで模型に関する動画投稿していってますので、模型興味のある方、チャンネル登録いただけるとありがたいです。こんな不器用な人間でもそれなりに何かしらのことはできるっていうのをね、なんかの参考になればと思います。ということで、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。